こんにちは。なかなか業務が忙しくご無沙汰しております。今回ご紹介するのは、主にこういった金属同士を接合するリベットと言われる商品です。一般的にはドリルネジやボルトが思い浮かぶと思いますが、今回はリベットでの接合、そして電動リベッターのご紹介です。リベットの利点は裏表ともに突き出しが少なく、簡易的ではありますが、接合強度も高く、アルミ製であるため、錆に強い特性があります。後ほどご紹介する電動リベッターに必要なのは、インパクトドライバーです。これがリベットと言われるものになります。アルミでできていて、サイズもネジと同じようにたくさんの種類があります。シャフトの部分を引きちぎることで、先端がかしめられて接合します。これは近所のホームセンターで購入した商品です。1箱300円から400円ほどで購入しました。木ネジより少し高いかもしれません。下穴系のサイズで下穴を開けて差し込みリベット止めします。適正かしめ板圧というのは金属同士を接合する際の厚みということです。そしてこれがハンドリベッターです。その名の通り、手でかしめます。先端の赤い部分にいろいろサイズがあり、リベットサイズに合わせて交換して使用します。適当な端材で試しにやってみましょう。板圧をノギスなどで測り、どのサイズのリベットが適正か調べます。この島交番は板圧 3.2 ミリとなります。間違えてタイムラプスで撮影してしまいましたが、良い感じに早送りみたいなので流してみてください。下穴開けはボール板やドリルドライバーで開けます。ホームセンターのドリルコーナーに 0.1 ミリ刻みで売っていると思います。私は基本的にほとんどのものをホームセンターで購入しています。ホームセンターで購入できてこそ DIY だと思っているからです。さて、ハンドリベッターの登場です。これがかなりの力が必要です。女子だと片手では厳しいかもしれません。ですから後ほどご紹介する電動リベッターをおすすめしています。抜いたシャフトは取っておいて釘の代わりに使用しています。外すときは頭の穴の部分をドリルで削ると外すことができます。このハンドリベッターで何百と作業するのは手が壊れてしまいます。それは大げさですが、今回のテーマ、電動リベッターのご紹介です。知らない人はいないと思いますが、マキタの電動工具にも電動リベッターはありますが、なんと11万円。ちょっと DIY では手が出ませんね。次に怪しいマキタのパクリのような商品です。いきなり10分の1の価格ですが、よくわからないメーカーでこの価格は失敗したくないですね。次が今回の主役。私は DIY ならこれをおすすめします。その名もリベッタープロ。怪しい中華製ですが、ようやく DIY っぽい価格です。使ってみてコスパが良いと思ったので、ご紹介しているので安心してください。早速、届きましたので、開封してみます。とは言っても安物なので、適当に開けてしまいます。インパクトドライバー専用と日本語で書いてありました。本体とハンドルとアタッチメント類数点のシンプルな商品。シンプルな作りは中華製でも壊れにくいという持論があります。
ハンドルの取り付けもネジで固定するだけ。説明書もいらない、とてもシンプルな商品です。交換のアタッチメント類は4種類です。他の穴は、この商品のすべてを解体できる3種類の大きさのスパナ。今日は全然ピンと合わなくてごめんなさい。コレットのようなところにシャフトが刺さってインパクトで出たり入ったりするだけです。地味ですが、これで完成です。あとは、お手元のインパクトドライバーのビット部分に装着して使用します。この手の本来と違う用途にするアタッチメント系、結構たくさんあるんですが、これは危険度はないので、今回ご紹介した次第です。グラインダーなどに装着するものが結構ありますが、本当に危ないものもあるので注意してください。安物なので先端部分は適当に良さそうなサイズのものを選んで取り付けます。これだと緩すぎるのでもう少しちょうどいいサイズに変更したいです。これが良さそうです。本来は 2.4 ミリとか規格がありまして、ぴったりのサイズにして使用するんですが、これはインチなのかよくわかりませんが、あまりぴったりという感じではありません。中のコレット部分で引っ張るだけなので、正直なところ、入れば何でも良いような気もします。一応、動作確認で中がどんな風に動くのか見ておきましょう。と思いましたが、この黒いキャップしてないとうまく接触していないのか、動きが悪すぎました。実際に使用した時は、そんなこともなく、この動画のあと1000本近く業務で使用しましたので、問題ないと思います。正転で引っ張り、逆転で押し出す。ただそれだけの機構です。50から100回に1回くらい、シャフトが射出されないことがありましたが、この黒いキャップを開ければ、簡単に除去できます。ハンドル以外、すべて金属製なので、耐久性は高いと思います。それでは実際にやってみましょう。しっかりと奥まで差し込み、正転でカチカチと音がするまで、インパクトドライバーを作動させます。すごくあっけないですが、これだけです。何度も言いますが、数本なら最初にやったハンドリベッターで十分だと思います。ガレージのガルバリウム角波板とか何枚か施工するだけでも結構な本数を作業するので3000円ならあっても良いのではないでしょうか。錆びにくいアルミのリベット。ステンのドリルビスや接合材料はいろいろとありますが、下穴を開けてリベットするのは少し手間ですが、仕上がりも良いですし、両面の突き出しも少なく危なくありません。あまり馴染みのない接合材料ですが、一つの候補として考えてみてはいかがでしょうか。Amazon で3000円の電動リベッター、いかがでしたでしょうか。ハンドリベッターに比べて手の疲れがないという結果でした。
今回も長い時間ご視聴ありがとうございました。動画制作の励みとなりますので、よければ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。